糸端を80センチメートルほど余らせます。80センチのあたりで最初の輪を作り、針にループをかけておきます。糸端を手前、糸玉の糸を奥側にセットしたら、糸端の糸を手前から向こう側に向かって針にかけます。指で2つのループを押さえ、糸玉の糸を持ったら、針で糸玉の糸をすくって2ループ同時に引き抜きます。これでスレッドコードの1目が編めました。もう一度、手前の糸をかけて、奥の糸を針で引き抜く。これで2目めです。作り目はきつくなりやすいため、ゆったりと緩めに編みます。この編み方を繰り返して、65目まで編んでいきましょう。両サイドに V 字の編み目ができてきました。スレッドコードで65目編んできたところです。1段目、まず上側の V 字に長編みを編んでいきましょう。ループが右手側に来るように持ち、鎖編み3目を編みます。次は隣の目に長編みをしていきます。この時、スレッドコードの中心に針を入れ、上側の V 字をくるんで編んでいきます。次の目からも同じように上側の V 字に編んでいきます。スレッドコードの端まで64目の長編みを編みましょう。次が64目めです。これで上側の V 字がすべて編めました。次は天地を逆にして下側の V 字に編んでいきましょう。反対側の V 字の目にもそれぞれ長編みを編んでいきます。さっきと同じスレッドコードの中心に針を入れ、反対側の V 字をくるんで編んでいきます。次の目からも同じように反対側の V 字に編んでいきます。スレッドコードの端まで65目の長編みを編みましょう。最後の65目めです。端まで編めたら、ねじれないよう裏表に気をつけながら、最初の立ち上がりの鎖編み3目めに引き抜き編みをします。これで1段目が完成しました。2段目にも立ち上がりの鎖編み3目を編みます。次の目からすべての目に長編みをしていきます。全部で129目編んでいきましょう。1段目が筒状になっているので、そのまま1周ぐるっと編んでいきましょう。
最後の129目です。端まで編めたら、最初の鎖編み3目めに引き抜き編み、2段目の完成です。3段目、4段目も同じ編み方で編んでいきましょう。4段目まで編み終えました。5段目からは毛糸の色を変更します。糸をゆっくり引っ張って4段目の引き抜き編みを解きます。長編みが解けないように糸を引き出してから、長編みの上から2本の糸に針を通します。新しい色の毛糸を用意します。新しい型の糸を針にかけて、そのまま引き出しましょう。そうしたら、新しい糸で鎖3目めに引き抜き編みをします。ここまで編めたら、赤い糸を引っ張ってループを解きます。これで色替えができました。赤い糸は少し糸端を残してカットしましょう。ここからは違う色の糸で編んでいきます。5段目、まず鎖編みを5目編みます。鎖編み4目めにマーカーをつけておきます。次は1つ飛ばして2目めに長々編みを1目編みます。長々編みは針に糸を2回巻きつけ、目に針を入れて引き出したら、針先から2ループずつ引き抜きます。3回引き抜いて1目完成です。次はまた鎖編みを1目編みます。編めたらまた1目飛ばして長々編みを1目。そして鎖編み1目。これを繰り返していきましょう。合計31セットの1目飛ばして長々編み1目、鎖1目を編んでいきます。31セット編んできました。スレッドコードの折り返しまであと2目残っているところだと思います。1目飛ばして長々編みを1目編んで表面部分を終わります。そうしたら次は裏面を編んでいきます。編み地をひっくり返して、続けて長々編み2回目。こうすることでバッグの両端が長々編みになるデザインになります。次は鎖編みを1回。ここからまた繰り返しです。1目飛ばして長々編み1目、鎖1目。合計31セットの1目飛ばして長々編み1目、鎖1目を編んでいきます。31セット編んできました。水色の糸は立ち上がりの目なので、あと2目あります。最後に1目飛ばして長々編みを編みましょう。編めたらマーカーを外して最初の鎖4目に引き抜き編みをします。これで5段目が完成しました。6段目以降も同じ編み方をしていきます。
6段目、鎖編みを5目。鎖編み4目目にマーカーをつけておきます。次は前段の長々編みの上に長々編みを1目編みます。続けて鎖編みを1目編みます。次もまた長々編みの上に長々編み1目と鎖編み1目。これを繰り返して格子のメッシュを作っていきましょう。合計31セットの長々編み1目、鎖1目を編んでいきます。31セット編んできたところです。次は折り返し部分なので長々編みを2目続けて編みましょう。前段と同じ位置に編めていれば OK です。この後も鎖編み、長々編みの上に長々編みを続けていきましょう。また合計31セットの長々編み1目、鎖1目を編んでいきます。後半の31セットも編み終わりました。最後の長々編み1目を編みましょう。編めたらマーカーを外して最初の鎖4目に引き抜き編み、これで6段目が編めました。7から19段目も6段目と同じ編み方で編み進めていきましょう。1玉編み切ったら新しい毛糸玉とつなぎましょう。新しい毛糸を用意したら前の糸端に結び目を作ります。次は前の糸端で新しい毛糸に結び目を作ります。そうしたら結び目より離れたところを持ち糸を引っ張りましょう。結び目同士がぶつかって解けない結び目ができました。あとは不要な糸端を切っておしまいです。19段目まで編んできました。ネット部分は約25センチの長さになりました。足りない場合は21段目まで編み足しても OK です。編み終わったので糸はカットしておきます。次は持ち手を通す部分を編んでいきます。20から21段目を編んで筒状に縫い合わせて作ります。編み始めは端から数えて11本目の長々編みから始めましょう。20段目、新しい糸を用意します。端から11本目の長々編みに針を入れて糸を引き出します。編み付け用の鎖編みを1つ軽く引っ張り引き締めてから編み始めます。編み方自体は今までと同じです。まず鎖編みを5目編みます。次は隣の長々編みの上に長々編みを1目、続けて鎖編みを1目、9セットの長々編み1目、鎖1目を編み、端も同じ編み方をし、また長々編み1目、鎖1目を9セット編みます。編めたら最後に長々編みを1目編みます。編み終わりも端から11本目の長々編みの上で終わります。
これで20段目が編めました。そうしたら編み地をひっくり返して21段目を編んでいきます。21段目の編み方は20段目と同じなので省略します。この段は往復編みで、鎖編みを5目編み、長々編み1目、鎖1目を9セット、その後に端の編み方の長々編み2目をして、長々編み1目、鎖1目を9セットまで編んでいきましょう。最後の長々編み1目は20段目の鎖編み4目目に編み入れます。これで21段目も編めました。このままの糸端で折り返して20から21段目を縫い合わせるので、糸を切らずに全て引き出しておきます。2玉目または3玉目の糸が長く残っている方は約30センチほど残して糸端をカットしましょう。反対側にも同じ工程で対になるように20から21段目を編んでいきましょう。両側に編めたので次は縫い合わせていきます。21段目を折り返して19段目の頭と縫い合わせていきましょう。とじ針に糸を通したら最初の目に針を通します。糸を引き切る前に輪に針を通して結び目を作っておきましょう。ぎゅっと引き締めます。結べたらもう一度同じ目に針を通して長々編みの根元19段目の半目を拾って針を通します。また隣の目を拾って下は鎖編みの半目を拾います。上は V 字2本とも下は半目だけ拾いながら縫い合わせていきましょう。最後の2目を縫い合わせていきます。まず21段目の鎖5目目と下の鎖編み半目を縫い合わせます。次は21段目の鎖4目目と下の長々編みの根元の半目を縫い合わせます。長々編みの左側から拾うと端まできれいにつながりやすいです。最後に先ほど同じ目にもう一度針を通して輪をくぐらせて溶けないように結び目を作っておきます。これで縫い合わせることができました。反対側も同じように縫い合わせていきます。両側を縫い終わったら最後に糸端を少し隠してから糸を切ります。糸が重なっているところを狙って針を通していきます。ある程度隠せたら糸を切ります。他の糸も同じように糸処理をしておきましょう。これで本体は完成です。
次はアイコードニッターを使用して紐を編んでいきます。事前準備、まずは4つのフックの針を下げておきましょう。次はセッティング、左の糸ガイドに下から糸を通します。通せたら真ん中の筒に上から糸を落とします。下から手でつかめる長さまで落としましょう。下の糸をつかんだら付属の重りを用意。重りのボタンを押し込むと隙間が空くので、その隙間に糸を通し、ボタンから手を離して糸を固定します。この重りで糸が常に引っ張られるように調整します。編み始め、ハンドルを回して1つ目のフックに糸をかけます。2番目のフックには糸がかからないよう外します。3番目のフックには糸をかけ、4番目はまた外します。また1番目のフックに来たら、ここからはすべてのフックに糸をかけてます。糸が緩まないよう重りの位置を変えます。ここで注意点ですが、このように1周目の糸がフックの針より下に下がっていないときは、かぎ針で押し下げておきます。下がっていないと、1周目の糸がうまく外れず、コードの紐の形状が崩れてしまいます。押し下げたので、うまく外れましたね。糸がちゃんと下がっているか注意しながらハンドルを回しましょう。軌道に乗り出したらぐいぐい回します。長さが出てきたら重りは宙に浮かせた方が編みやすいです。浮かせない長さになってきたら重りの位置を根元までずらしましょう。160センチほどまで編んできました。重りは不要なので外しておきましょう。糸を切って編み終わります。糸ガイドと不要なフックから糸を外します。そうしたらハンドルをゆっくり回していきます。4つのフックから糸が外れました。下からコードを引っ張って取り出します。最後の糸処理をしましょう。とじ針に糸を通したら、4つのループすべてに針を通して引き締めます。次は閉じた部分にもう一度針を刺して、針が抜けたら輪っかにくぐらせて結び目を作ります。あとは余った糸端を隠して終わりです。一直線に隠すと糸端が飛び出てしまったことがあるので、V 字を拾いながらジグザグに通していきます。糸の引っ張りが強すぎると形が崩れてしまうので、最後に調整してから中心にまっすぐ通して終わります。これで糸処理が完成しました。反対側も同じように糸処理を行いました。次は完成した紐を本体に通していきましょう。8号以上のかぎ針があると通しやすいです。通したい方向と逆の出口からかぎ針を差し込んでいきます。入り口まで来たら
先ほど作ったアイコードをかぎ針に引っ掛け、外れないようにかぎ針の先端を下に向け、筒の中を通していきます。これで簡単に通すことができました。そうしたら反対側にも同じように通していきます。またかぎ針に紐を引っ掛けて引き抜いていきます。これで紐を通すことができました。最後にアイコードを結びましょう。2本の糸端を揃えて持ったら、左手の指に3回巻きつけます。そのまま糸端を巻きつけた輪の下から上へ差し込んで通します。通せたら上下から引っ張って結び目を小さくします。形ができたら結び目の位置を調整します。真ん中の持ち手部分も2本同じ長さになるように微調整しましょう。お好きなバランスで整えられたらこれで完成です。お疲れ様でした。チャンネル登録と高評価お願いします。